なーに、ミドルクラスのナビが調子いいんだって。そうなの？バックカメラ DIY でやんの大変なんだよな。頑張れよ。配線とかよくわからない素人でもできるのか。できちゃえばめっちゃ便利だし、音もこれこだわりすぎだろ。アトトの最新ミドルクラス Android ナビ取り付けてみた。バックカメラ、フロントカメラの配線含めて全て見ていきます。いやあ、皆さんこんにちは、七草です。今日の製品はこちら。久しぶりにがっつり設置するタイプの Android ナビを見ていきます。今回見ていくのはアトトの新しいミドルクラスのナビ、その名もアトトの A7 というシリーズの Android ナビなんですが、現在こちらは名前が新しくなりまして、以前もたくさん見ていただいたあの S8 シリーズの世代が新しくなったナビ、その名も S8 Gen 4というね、最新のミドルクラスの Android ナビを見ていきます。この Gen 4っていうのは、Gen はジェネレーション、世代という意味で S8 シリーズの第4世代ということになります。それとこのナビに合うフロントを録画できるカメラとバックカメラを合わせて見ていきます。今回ドラレコの要素としてはフロントカメラだけですね。バックカメラについてはただバックするときに後ろを映すためのカメラです。ちなみに今回のモデル名は A7 シリーズの表記のため旧バージョンですが、こちらがモデル名です。ここに記載がありますが、メモリは 4GB、ストレージが 64GB のモデルです。こちらの動画では最上位モデルの X10 をレビューしましたが、X10 ではメモリが 8GB、ストレージが 128GB ですので、今回の S8 Gen 4はミドルクラスの機種となります。それでは開封しながら中身を見ていきましょう。箱を開けるとまずお試し版の SIM カードが入っていました。10GB 分使えるみたいです。有効期限は10日間と書いてあります。 S8 Gen 4は Wi-Fi でも SIM カードでも通信できます。そういえばこの動画でレビューしたアトトの AI ボックス CB6 にもこの SIM カードついてたな。説明書類ですが、基本は Web で見てねということでだいぶ減りましたね。そして本体です。はい、丸々綺麗にラップにくるまってます。とりあえず全部並べるか。あとはこの箱にケーブル類が全部入ってます。はい、中身を取り出しました。これで全てです。それじゃあ一つずつ見ていきましょう。まずは本体から。全体的にラップされていますので剥がしていきます。デロン。剥がしてみると表面は X10 と同じノングレア非光沢です。光の反射を抑えて画面もサラサラしている感じなのでノングレアいいですね。画面のサイズは9インチです。前面はシンプルで物理ボタンはなく、ここに内蔵マイクが2箇所あります。サイドはこんな感じで車側のブラケットと合わせて設置していく感じかな。ここネジ3箇所を緩めれば黒いのはそのまま外せますね。ここにもモデル名が書いてあります。ちょっと今回分解してナビを取り付けるのは久しぶりなのでうまくできるか分かりませんがやっていきましょう。背面はこんな感じです。なんかめっちゃシンプルだねと言いつつも見ないと分かんないので説明書を見ていきます。配線図が載っているのでこの通り接続すればいいのかな。ケーブルがいろいろあるのでとりあえず見ていきます。これがナビ本体に付属しているケーブルです。これが GPS アンテナ。これ内蔵だったら嬉しいんだけどな。これがオーディオ系のケーブルですね。今回は使いません。このケーブルは Wi-Fi アンテナ、Bluetooth アンテナ、パーキングブレーキ線とリアカメラの入力 RC インポートがあります。なので今回バックカメラはここに接続します。このケーブルがオーディオ系と SIM カードですね。オーディオ系の入力出力があってビデオ入力も1本ありますね。サブウーハー出力もあります。あと1本こっち側に来てるんですが SIM カードを差し込むスロットがあります。 SIM カード七草は使わないと思いますが一応配線しておきましょう。次が USB2 と3ですね。ともに USB-A タイプです。このケーブルは USB1 レコーディングストレージと書いてあります。これも USB-A ポートですが録画できるフロントカメラをこちらにつなぎます。1個飛ばしてこのケーブルは 4G アンテナです。電波のケーブルです。そしてこのケーブルですがこれが大元の電源になりまして、その他いろんなケーブルがついています。こっちの黒い方をナビにつないで、反対側はギボシ加工されていますのでナビ裏から出ているケーブルにつなぐという感じですね。そこで用意した方がいいのがこの2種類のケーブルです。これは別途 Amazon で購入しました。1つ目がこの青いカプラーがついているケーブルなんですが、もともとミニキャブ版のナビの裏にはこの青い部分に接続するコネクターが出ています。なのでこのオーディオハーネスをつなげちゃえばあとは対向側同士をつなげることができるので、これだけでナビの配線ができちゃうんですよ。両方ギボシ加工がされているのでそのまま接続できます。こんな感じで接続できるイメージです。こっち側がナビに付属していたケーブルで、こっち側が別途購入したケーブルです。このオーディオハーネス概要欄に載せておきます。あとこちらのケーブルなんですが車速
速配線カプラーというんですが、これは鈴木車用のものです。これもこちらのハーネスと合わせて必要なアイテムです。主にバックカメラのための配線なんですが、このケーブルがあればナビ裏でバックカメラの信号線が取れます。これも別途購入したものなので概要欄に載せておきますね。はい、そしたら先ほどのメインのケーブルなんですが、ここにはいろんなケーブルがありまして、フロントスピーカーの右左やリアスピーカーの右左、これにプラスとマイナスがあるので、スピーカーだけでも8本の配線があります。ミニキャブ版は前にしかスピーカーついていないので、リアは必要ありませんが、なんとなく繋いじゃいます。ケーブルはいろいろあるんですが、基本的には同じ色、同じ名前同士をつなげば OK ですので、そんなに難しくありません。ちなみにこの黄色は常時電源です。こんな感じでギボシのオスメスになっています。なので接続するだけ。一通りこんな感じにつなげました。バックカメラとフロントカメラも接続のイメージやっていきましょうか。今回バックカメラはこれです。ケーブルは赤と黄色いやつ。これをナビからバックカメラに引っ張ってくるケーブルと接続するんですが、これ今見えていませんが、左手に持っているケーブルに黒のアース線とピンクのカメラの信号線がついています。リアカメラ側のケーブルは黒のアース線はボディアースしますが、ピンクのケーブルはどこにもつなぎません。先ほど説明したナビの裏で取れるからです。そしてバックカメラケーブルのナビ側ですが、黄色い端子はリアカメラの RC インポートにつないで、このケーブルから出ている赤とピンクのケーブルはメインの線に割り込ませます。イメージはこの後にやるので、次フロントカメラ見ていきましょう。今回はこちらのカメラです。これはドラレコですね。フロントの単独のものです。ものはシンプルでカメラとケーブルですね。開けたら思ったよりテッカテカしててなんか高級感ありました。 1080p のモデルです。側面にマイクロ SD カードのスロットがあります。ナビ側じゃなくてここで記録するんだね。角度はここで調整できます。ケーブル同士はよくドラレコであるこのケーブルをつなげて、その先は USB-A になっています。先ほどの配線の USB-1 レコーディング用ストレージケーブルにつなげる感じです。はい、では実際に接続してイメージを膨らませましょう。基本的に今回はこのようなコネクターのケーブルがありますが、接続するところは刺さるところにしか刺さらないようになっていますので、この白い似たようなコネクターで差し間違えることはないです。リアカメラ用のケーブルはここ、USB-1、2のケーブルはここ、USB-1 レコーディングストレージ用はここ、今回使わないオーディオ用のケーブルはここ、その隣のここは見当たんないなと思って説明書を見たらこれですね。カメラ用のオプションのケーブルでした。なので今回はありません。次ですが SIM カード含めたオーディオ用のケーブルはここ。次左に行ってここのキャップを2箇所外すと GPS と 4G アンテナの接続ポートがあります。 GPS アンテナがこれですね。ここです。そしてこれが 4G アンテナですが、ここにねじりっこがついています。ねじりっこは中に針金が入っているので、設置する際は外して他のものに変えた方がいいです。 4G アンテナはここです。そして先ほどのメインのケーブル、これはここに接続します。はい、こんな感じです。あとナビ裏から出てる FM アンテナのケーブルはここに接続します。ではバックカメラの聖線です。ここに RC インポートがありますので、バックカメラのナビ側を接続します。バックカメラのケーブルのナビ側にはピンクと赤のケーブルも出ています。ピンクがバックに入れた際の信号ケーブル、これをメインのケーブルのリアカメラプラスに接続します。接続というか割り込ませる感じですね。でこの先を先ほどの車速配線カプラーの鈴木車用なんで紫のケーブル S バックに接続します。でこの先のコネクターをもともとナビ裏から出ているコネクターに接続するだけです。この緑とピンクの線は今回使いません。ピンク線は以上。次赤い線ですが、こちらはアクセサリーでバックカメラ自体の電源です。この赤線もメインケーブルのアクセサリーに割り込ませる感じで電源を取ります。でその先は車のナビ裏から出ているコネクターに接続するっていう感じです。あとはバックカメラ自体の赤黄でつないで、後ろでは黒線をボディアースし、ピンク線は前で取ったのでどこにもつなぎません。フロントカメラのケーブルは USB-1 につなげば OK です。はい、今ケーブルを割り込ませると言いましたが、どうやるのってことですが、このエレクトロタップ、通称カニを使っていきます。これ片方こっち側が行き止まりになっていて、こっち側が貫通する形になっています。ケーブルがね。イメージですが、バックカメラの線と分岐させたい線をここに挟むことによって、線は被覆がめくれて金属同士が触れることによって分岐できるっていう仕組みです。はい、ピンク線片方はもともと被覆がちょっと出ていたので切り
りました。はい、片方はこんな感じでケーブル行き止まりにして挟み込みます。ただこれしっかりと挟むことでケーブルの被覆がめくれますので、プライヤーを使ってしっかりと挟み込みましょう。はい、片方挟み込みましたので、もう一本ここに通します。こんな感じで通します。こっちもプライヤーでしっかりと挟み込みます。はい、ピンク線こんな感じで分岐できました。続いて赤線アクセサリーですが、これもこの辺で分岐させます。このバックカメラの赤線が長いんで、もうここで分岐させちゃうんでね、邪魔なんで切ります。そしたら赤線も同じように挟み込んでいきます。ここはピンク線と同じ原理ですね。もう片方はメインから来ているアクセサリーとつなげます。はい、こんな感じでカニを使って分岐しましたが、このカニエレクトロタップはプロは使わないみたいです。やっぱり挟み込んでるだけなんで、ケーブルの太さが若干違ったりすると、接点の接触が甘かったりすると結構不具合が出やすいみたいです。やってみて確かにそうだなとは思いました。ただね、今回もカニを使ってやってみました。もっとしっかりと接続したい方は被覆向いて直結させるなり、しっかりとしたやり方で接続した方が確実だと思います。あととの Android ナビは YouTube や Netflix などは何もしなくても走行中操作可能ですが、一部の機能は走行中に操作ができなかった記憶があります。なので全ての機能を走行中も使えるようにするため、もちろん助手席の人が操作できるようにするためですよ。ナビから出ているパーキング線とハーネスから出ている黒いアース線を共にボディアースしようと思います。後でナビ本体の横につけるネジと留めたいと思います。はい、ケーブルのイメージはこんな感じです。これ設置するためにもう一回ばらさなきゃいけませんが、配線イメージはこんな感じでした。それじゃあ車に設置していきましょう。本日ナビを取り付けていくのは久しぶりミニキャブバンです。現在ミニキャブバンにはアトトの最上位機種 X10 が取り付けられています。それを S8 Gen 4に変えるわけですが、このようにスペックダウンするモデルに変えていくっていうパターンはあまりないかと思いますが、世代が新しくなったということで、これで十分な可能性もありますので見ていきたいと思います。ちなみに X10 は10インチ S8 Gen 4は9インチです。見た目は全く同じですね。とりあえずどんどん外していきますが、ある程度飛ばしていきますね。縁を外して裏にハザードのケーブルがあるので取ります。4箇所ネジを外したらこの側が抜けます。前回もそうですが、ここからアースを取っていました。ミニキャブ版エブリーはナビ裏にこのようなケーブルが出ています。なので先ほど説明したカプラー接続で配線が割と簡単にできちゃうわけですね。こちらはハザードスイッチのケーブルです。基本的に USB とか SIM カードのケーブルはナビ裏からここの下を通してグローブボックスまで引っ張ってきます。バックカメラのケーブルはこの裏を通して A ピラーを通って天井を通って裏に持ってきます。A ピラーはこの捕まるところの中にネジがありますので、2箇所緩めてこの雨が入らないようにするゴムを引っ張ると外れるんで、この辺をある程度外したら A ピラーのカバーをバコンと外します。ここが1箇所クリップで止まってます。ここ外すんですが、この下の部分ね、めちゃくちゃ入れる時に入れづらいんで、どう入ってたかよくね見といた方がいいです。次ですが、後ろに来ました。バックカメラを取り付けるためにまずここを外していきます。このクリップはほじると簡単に外れます。おお、飛んでった。このクリップいっぱいついてますが全部外します。クリップが全部取れたらここを剥がします。ここにプラスチックのカバーがついているんですが、これねクリップで止まってるだけなんですが、めちゃくちゃ硬いんで、最初は一瞬力を入れる気合で外していきます。片方ずついきます。こんな感じでクリップ2箇所外れました。後ろにも爪が引っかかってるのでスライドで外します。爪2箇所はこんな感じでした。で、これがバックドアハンドルですね。ネジ3箇所で止まってます。サイズ10番のもので外してます。バックカメラ取れました。バックドアハンドルは1箇所ワイヤーが止まってます。このコの字の樹脂を外してこんな感じでずらせば外れます。あとはこの黒いのを下に外して L 字の金属を外すとこのワイヤーケーブルが外れます。そしたらこれでバックドアハンドルが外れます。純正のバックカメラの位置はここなんですね。なのでまたここにうまく設置していきましょう。これが X10 用のもともとついていたカメラなんですが、この金属のプレートはヤフオクかなんかで1000円ぐらいで買いました。スポンジテープで枠を大きくして雨の侵入を塞いでいました。今回もね小ぶりなカメラなんでまたスポンジテープ巻いていこうと思います。イメージ的にはこんな感じですね。ただそのまんまではやはり周りに隙間が空いているのでスポンジテープ巻いていきましょう。今回も使うのはこの A モンのスポンジテープです。前から使ってて余っているものです。幅がカメラより広いんでまた適当に切っていきます。こんぐらい広いです
ですね。カメラの周りが覆えればいいんで適当に切ってます。こんぐらいだね。周りを一周スポンジテープで巻いています。はい、できました。一周大きくできました。プレートは再利用するんですが、これめちゃくちゃ粘着強くて剥がすのが大変でした。うまく土台をプレートに貼り付けてカメラを下に向かせるには、この土台の向きを逆にする必要があったので、向きを変えて土台を取り付け直します。向きを変えれましたので、付属の両面テープをつけていきます。そしたらプレートにつけていきましょうか。はい、つけました。こんな感じで、あとはカメラの角度を決めたらこれで OK ですね。カメラ設置してみるか。はい、隙間もスカスカではなくなったんで、これで OK かな。カメラの角度はこんぐらいいい感じですね。バックドアハンドルを戻していきます。でもバックカメラは後からつけた方が良かったわ。3箇所ネジを締めたら OK ですね。カメラの角度もいい感じ。これね、前の X10 の元々ついていたナビのバックカメラがここを通ってるんですよ。元々っていうか通したんでね、前。この蛇腹を通って天井裏を通って前に行ってます。この辺もクリップを剥がせばペロってめくれるんで、こういうところも一時的に外せば天井裏を配線通せます。なので元々ね、今ね X10 の時のバックカメラがここを通っているので、もともと中を通っている既存のケーブルに今回の新しいバックカメラをこうビニールテープで留めて、そのまま前まで引っ張っちゃおうという作戦です。本来であれば配線通しが必要ですが、もともと線通ってるんでね、一緒にくっつけて引っ張っちゃおうっていう作戦です。シリコンスプレーを使って滑りを良くします。特にこの蛇腹の中ね、ここ通しにくいんでスプレーしておきます。はい、無事線が通りました。新しいケーブルはこれです。ここに黒とピンクの線が来ていますが、黒はボディアースして、ピンクは今回ナビ裏から取りますので、ここでは使いません。黒線はボディアースすると言ったんですが、このようなね線が出てるだけなんで、クワガタ端子を取り付けていこうと思います。このような電光ペンチとかクワガタ端子とかギボウシとかはね、セットで安く売ってるんで、こんな七草のような素人でもねできますんで、興味のある方はやってみてください。クワガタ端子できました。これをもともとボディアースしてあったところに合わせてアース接続しました。後ろに来ているピンク線は使いません。こんな感じにまとめました。黒のアースの余長分も合わせてまとめてあります。ここのアースです。後ろのピンク線は使わないので、先端を絶縁してこのように束ねています。あとは隙間なんかに隠しちゃえばいいと思います。はい、綺麗。はい、そしたらバックドアハンドルのこのワイヤーを戻すのを忘れないようにしましょう。L 字をここにはめ込んで、引っ張って黒の溝の部分をここに入れます。そしたらこの字の樹脂をここに固定します。これで OK。あとはここのカバーを戻しました。戻すときはここを最初に決めて、その後にクリップ部分を押し込むっていう形ですね。あとは蓋を戻したら後ろはおしまい。前行ってみよう。はい、前に来ました。前のね X10 のフロントカメラここに貼ってあったんですが、剥がしたらやっぱりこういう風に残ります。これ剥がすの大変なんですよ。ボロボロ落ちてきて、接着は強いけど剥がす時に簡単に剥がれるような両面テープ希望します。はい、なんとか頑張っていろいろ使って綺麗に剥がせました。今回のフロントカメラはこれです。ミニキャブ版はフロントガラス結構立っているので、取り付け角度がこんな感じなんですよね。カメラの角度を最大に上に向けても、この角度で設置するとカメラ下の方向いてないか？もうちょっと上の方に可動域を広くしてほしいですね。写りはこの後確認します。フロントカメラはこの位置に設置しました。ケーブルはここの上を通って A ピラーに落とします。ナビの配線ですが、先ほどの配線イメージで説明した通り、この車から来ている水色のカプラーと白いカプラーを接続します。バックカメラのピンク線は先ほどの通り分岐させて、車速配線カプラーの S バックに接続しています。バックカメラのアクセサリーは分岐させてハーネスに接続しています。あとはこの RC インポートに先ほど後ろから引っ張ってきたバックカメラのケーブルを接続するって感じですね。はい、接続できたんで、バックカメラがまず映るかを確認します。エンジンをかけてナビの電源が入りました。バックに入れてみます。画像なし、映りません。一気に疲れが出てきました。やっぱりうまくいかないよな。リアビューのアプリで映るか見てみるか。ノーシグナルってなってるから映んないですね。配線何かがおかしいのか、原因を見つけなきゃいけないですね。カメラに電源がいってないように見えます。ちょっと休憩。
配線を一通り確認しましたが、接続誤りはなかったですね。ただバックカメラに電源がいってないようでしたので、電源を取っているアクセサリーの分岐を見直しました。まさに原因はここでした。アクセサリー分岐しているんですが、バックカメラから出ているこの赤いケーブルがメインのケーブルに比べて細いんですよね、若干。なのでこのカニに挟み込んでもうまく被覆がめくれず、金属部分に中のケーブルが届いていませんでした。しっかりと挟み込んでもケーブルがやっぱ細いとダメですね、片方が。なので被覆をカッターで剥いて挟むために両脇の被覆は残しつつ、中のケーブルがちゃんと出た状態で挟み直しました。こんな感じでカニの金属部分にケーブルの中の導線がちゃんと届くようにして挟み直しました。この状態で試したら映りました。いやーよかった。これ映らないと先に進まないですからね。それじゃナビの中身を見ていきましょう。エンジンをかけて起動しました。最初はアトトのロゴが出てきて Android と出てきます。これがホーム画面です。左の方によくタップしそうなアプリが並んでいて、下一列にもアプリが並んでいます。主な画面には Google マップが表示されていますが、今はインターネットにつながっていないので表示されていません。この辺のアイコンが左にあって操作しにくいので、まずは操作しやすいよう右ハンドル用に直していきましょう。左下の四角がアプリ一覧を開きます。めくってここに車載設定とありますので、これをタップします。その前に好みですが、ここの一般設定からここにキーオンとあります。これがオンになっているので七草は消してしまいます。操作するたんびにピッピピッピうるさいんでね、その触れた時の音を消します。次にシステムの中で時刻の設定を変更します。これタイムゾーンがニューヨークになってましたので、ここを東京に変えます。はい、そしたら日本の時間になりました。で、やりたかったのはこのディスプレイの中にナビゲーションバーモードが左ハンドルになっているので、これを右ハンドルに直します。はい、これでホーム画面に戻ったら右側に来ましたね。これで運転席から停車中に操作しやすくなりました。ではこの状態で見ていきましょう。下一列にはアプリが並んでいます。一番左は箱のようなマークがありまして、これを押すとホーム画面にメインで表示するアプリを選択することができます。起動した時のここの画面のことです。例えば初期設定である Google マップを選択すると起動時にここに Google マップが表示します。 YouTube を選択すると起動時に YouTube がここに表示されます。という感じで好きなものを選んでください。好きなアプリ全てから選べるわけではなく、ここに表示されているものの中から選ぶっていう感じです。次ですが、下一列のアプリはここに固定して表示できるアプリを選択できます。長押しすることでいらないアプリは消して好きなアプリをここに固定することができます。お好きにどうぞ。初期設定のホーム画面では右上に日時、その下は再生中のステータス表示、その下はお気に入りのアプリを6個表示できます。ここも長押しをして好きなアプリを並べてください。右下の四角ボタンはアプリ一覧を表示します。もともと入っているアプリは限られているので、好きなアプリを Google プレイストアからインストールすることができます。右上のアイコンいきます。 USB マークですが、これ多分フロントカメラを USB1 につなげているからだと思います。それか SD カードですね。その隣は音声マーク、次が Bluetooth で、次が Wi-Fi マークです。インターネットのマークです。今車線が入っているのでインターネットには接続されていません。で、時刻です。はい、左上行きまして、一番左が一つ戻るボタンで、丸がホームに戻るボタン、四角がアプリ切り替えボタンです。バックグラウンドで起動しているアプリを表示します。不要なアプリは上にシュッてやって消せますし、全部消したい場合はここの全てクリアでもいっぺんに消せます。ここに音量ボタンのプラスマイナスがあって、その横のマークはスタンバイ状態にできます。こんな感じで日時だけを表示する画面にもできます。はい、では今回 Android ナビなんで普通のナビとは違うんですよ。基本的にタブレットやスマホと同じようなもんなんで、インターネットに接続しないと使えません。使えないことはないんですが、できることが限られてしまいます。ここの Wi-Fi マークをタップしても Wi-Fi 接続画面に行くことができます。ここでスマホ側からインターネット共有、テザリングをして、スマホの電波を共有してインターネットに接続することもできます。はい、七草 iPhone17 と出てきました。これが七草のスマホです。ご自身の電波名を選択したらご自身のパスワードを入力してください。インターネット接続は設定からも行くことができます。ネットワークとインターネットをタップ。
インターネットをタップ。ここの Wi-Fi がオンになっていることを確認して接続したい電波面にたどり着くことができます。はい、テザリングで今接続しましたが、なんか IP 設定エラーって出てますね。ちょっといろいろと確認してみましたが、原因はすぐにわからなそうです。何かこれ経験ある方いらっしゃいますか？よかったら教えてください。ちょっと出先で繋がらないんで先にバックカメラ見ていきます。純正のバックカメラの位置に取り付けましたが、視野角というか見え方は X10 のカメラと似たような感じですね。 S8 ウルトラプラスで取り付けたカメラは設置位置が同じでももっと上から見えたようなカメラだったんで、もっと広角の方が好みかな。でも配線でトラブっていたので映ってよかったわ。バックカメラにも設定があって、この中のバックカーを選択します。ここにリバースとあるので、これをオンにするとこのようにリバース線を表示させることもできます。あとここにノーマルとかありますが、取り付け間違って上下反対にしちゃったとか、取り付けの関係であえて逆につけたよとかの場合、ここの設定でバックカメラを反転させることができます。例えば上下、これを押した状態でバックに入れるとこんな感じで上下反対に移すことができます。なので取り付ける際に向きを間違えても後から設定で上下左右は変えることができます。でもう一つ、ダイナミック反転補助ラインスイッチっていうのはやってみたけどよく分かりませんでした。知ってる方教えてください。あとリバースラインを表示させた状態で画面をタップするとこのような表示が出てきますので、明るさとかコントラストとか色の濃さとかを調整できます。でここにリバースライン設定とあるので、ここからラインをご自身の車に合うように合わせることもできます。ただ合わせる基準がよく分からなかったので、七草は初期値のまま使ってます。どうやって合わせればいいんだこれ。合わせたらリセットで初期状態に戻せますし、セーブで保存できます。リバースラインを表示させるとこんな感じです。これ合わせ方ほんと誰か教えてください。フロントカメラはここです。これはドラレコになってます。マイクロ SD カードがここに入ってます。このカメラなんですが、この最初から入っている DVR というアプリで見れるのかなと思ったら、 DVR カメラを接続してくださいと出てきて、このアプリからでは見れませんでした。わからなかったんでサポートに問い合わせしたんですが、どうやらこのファイルからインストールしなきゃいけないみたいです。新しいアプリを。はい、ここにローカルストレージとありますが、これが本体のストレージで、フロントカメラは USB1 に接続していますので USB 側を選択します。そうするとこの中にこの長い名前 .apk というものをタップするとアプリをインストールする注意書きが出てくるので、次に進みます。はい、そうすると DVRCAM このアプリをインストールしますかと出てきますので、インストールを押します。インストールが始まってすぐ終わります。アプリをインストールしましたと出てきましたので、そのまま開きます。はい、そうすると今インストールしたアプリを使うのに権限を与えないと使えないので、このカメラとか電話とかマイクとか通知とかあるんですが、ここを全てオンにしないとフロントカメラは使えないようです。全部オンにしたら次へを押します。はい、なんか表示されてますが映りましたね。なんか変だったらアップデートが問い合わせてねっていう内容でした。はい、これでフロントカメラが使えるようになりました。取り付けるときカメラの角度が下向いててどうかなと思ったんですが、これぐらい見えてるんであれば大丈夫ですね。はい、録画はここで赤と緑で点滅してます。これが録画中ということです。あとは音声がオンになっているのと SD カード入ってますっていう感じですね。画面をタップすると左側にこんなのが現れまして、ビデオマークを押すと録画が止まります。録画が止まると車線が入りました。もう一回押すと録画が始まります。また点滅に戻りましたね。その下のカメラマークは写真を撮ります。スクリーンショットを撮ることができます。ビデオで撮ってるんだから写真って撮る意味あるのかなって毎回思います。その下は音声ボタンですね。これを押すことで音声をオフにすることができます。でも基本はドラレコなんでね、オンにしといた方がいいと思います。一番下はデータを見ることができます。こんな感じで動画は MP4 で保存されるんですが、試しに1個見てみようと思ったんですが、今16日のデータを再生しましたが、またなぜかフロントカメラが映るだけでその場で動画見ることができませんでした。もう1個先ほど撮ったばっかりのものをタップしてみましたが、先ほどの USB の画面になってやはり動画は見れないようです。これ不具合ですかね。ちなみに動画ではなく先ほど撮った写真、これを見てみると、はい、写真は見ることができました。時刻も合ってるんでね、写真は見ることができました。カメラのレンズが若干下向いてたんで気になってましたが、角度的には問題なさそうでした。フロントカメラはこんな感じです。はい、こちらがフロントカメラの映像です。 1080p のフル HD なんで 4K とかのガチドラレコに比べると解像度は落ちますが、写りはこのような感じで証拠を抑えるには十分だと思います。
はい、ではナビの中身を続けて見ていきましょう。先ほど原因不明でテザリングができなかったので Wi-Fi の電波が届く場所に来てルーターから出ている Wi-Fi につなげたいと思います。はい、今度はすんなりと接続済みになりました。ちょっと弱いかもしれませんが Wi-Fi マーク2本白く塗りつぶされました。これでインターネット接続できましたので、プレイストアから既存のアプリのアップデート確認と好きなアプリを入れていこうと思います。プレイストアにログインしたら自分のアイコンをタップするとこの画面が出てくるので、マイアプリ&ゲームをタップします。ここに保留中のアップデート12件溜まってるので全て更新していきます。これはもともと入っているアプリが新しいバージョンが出ているので最新にしているという感じです。待ってるのも暇なんで好きなアプリをこの間にインストールしちゃいましょう。検索を押してここに入れたいアプリの名前を入力します。入力めんどくさいんで音声入力もできます。プライムビデオ。レスポンスいいですね。プライムビデオインストールしていきましょう。インストールが始まりました。こんな感じで好きなアプリをどんどんインストールしていきます。Netflix も入れていきましょう。ナビアプリの Yahoo カーナビも入れていきます。YouTube Music も TVer も入れていきましょう。はい、インストールができたらアプリの一番後ろに追加されていました。アプリは長押しすることで好きな位置に持っていくことができますからね。はい、好きなアプリ入れたんで、これはもともと入っているアトトの AI アプリなんですが、ドライブチャットを見ていきます。ログインへ進みます。専用アプリでこの QR コードをスキャンしろって出てきますね。このアプリです。他の製品でね、もともとこのアプリは入れてたのでこれを使っていきます。 QR コードをスキャンしたらナビ画面が変わりました。次へ進みます。使い方とあるんでここも次に進みます。ドライブチャットへようこそ OK を押します。言語に合わせてそれぞれダウンロードするみたいなんで日本語をダウンロードします。確認を押したらダウンロード中になりました。飛ばして 100% までいったらこのような画面になりました。ここにウェイクアップワードってあるんですが、要は話しかけたら起動するようにするっていう設定をします。ここのプラスボタンから行きましょうか。新しいウェイクアップワードを登録するため確認を押します。名前はもちろんタヌキでいきます。はい、タヌキって入力しました。ここ皆さん好きな名前でいいですよ。みんなタヌキにしてっていうわけじゃないですからね。確認を押します。 AI がタヌキっていう言葉を理解するために数回音声入力をします。タヌキ。おう、いい感じだね。これを何回か繰り返すわけか。タヌキ。タヌキ。タヌキ。最終チェック準備完了となりました。これでもうタヌキって呼んだら AI が反応してくれるみたいです。タヌキが登録されたのでここをオンにしなきゃダメみたいですね。でドライブチャットには制御と会話2種類あってどちらかを選択しなければいけないので、まずは会話を選択しました。話しかけてみます。タヌキ。うんってなんか反応しましたね。会話してみましょう。今日からお前はタヌキっていう名前だ。わかりました。今日からタヌキと呼んでください。どうぞよろしくお願いします。反応はちょっと遅めですね。ただ会話ができます。他の画面からも反応するのかやってみます。タヌキ。今日の天気は？反応がどれくらいかリアルタイムでお届けします。今日の天気は曇りのち小雨です。気温は 21.25 度から 23.38 度で、という感じで最近のチャット GPT やジェミニーに比べると話しかけてから帰ってくるまでの反応は遅いですね。ただ画面をいじらずに呼ぶことができて話しかけられるのでこのあたりはいいですね。続いて会話から制御モードに切り替えてみます。はい、タヌキ制御モードになりました。制御とは主に操作系。こちらで話しかけてみましょう。タヌキ。東京ディズニーランドまで案内して。すぐに東京ディズニーランドへナビゲートします。はい、こんな感じで制御モードにすると音声操作ができます。他にもタヌキ。画面の明るさを減らす。画面の明るさを減らす。画面をオフにする。
画面をオンにする。メインページに戻る。などの操作ができます。ドライブチャットはこんな感じでした。あとその他の操作感ですが、フローティングボールをオンにするとよくある浮遊ボタンを出現させることができます。このボタンを押すとこんな感じで操作ができるって感じですね。あとはマルチフィンガータッチ機能というものがありまして、操作する方法をカスタムできるっていう感じです。例えばこれ2本指で上にスワイプという操作をする場合、2本指で上にスワイプした時に例えばホームに戻るようにするとか音量を上げるとか自分でカスタムできます。これが3本指でとかあるんで、自分で好きなようにショートカット操作ができるっていう感じです。次ですが、音イコライザー見ていきます。アドとのナビは音がめちゃくちゃいじれるんですよ。なんかこの絵もすごいですよね。ここに 3D オーディオとかありますが、多分ミニキャブ版ではどうにもならないです。ユーザー2とありますが、ここを開くとクラシックとかポップとかね、あらかじめ決まった音に変更することもできますし、イコライザーからここを開くとこれだけの周波数の数、音がいじれるようになっています。めちゃくちゃチャンネルがある。この一つ一つを下げたり上げたり好きなようにね、音を設定することができるんですよ。まだまだこっちにもこんだけあります。好きな音が決まったら適用を押せばいいですし、戻したかったらリセットで戻れます。次バランスですが、先ほどのユーザー2をアップデートしますかみたいなメッセージが出てくるので OK を押します。はい、このような絵が出てきました。はい、今音の中心が真ん中にありますが、これを後ろにしたり前の右にしたり前の左にしたり、音が出るバランスを調整することができます。手動でも設定できます。次囲むとありますが、またなんかすごい図が出てきましたね。音にこだわりを感じます。この絵なんかすごいね。ミニキャブ版はスピーカー2つしかついてないんであんまり意味がないんですが、なんかよくわかりませんが細かい設定ができるようです。ここではそれぞれのスピーカーをいじることができるみたいですね。このゲージを動かすと左の図も合わせて動きます。今いじっていたのがゲインという方で、遅延についてもいじれるみたいです。さらにフィルターというところでは高低域フィルターでこんだけまたいじるところがあります。この辺は音にこだわる人にはかなりいいんじゃないでしょうか。低音ブーストの方もこのような感じでカスタムできます。はい、このように音楽が好きな方にも音にこだわる人にもかなりいいのではないでしょうか。ミニキャブ版エブリーの純正スピーカーでは使いこなせそうにありません。はい、それでは各アプリをちゃちゃっとどんどん見ていきます。まずは Google マップです。操作感も抜群で指にめちゃくちゃくっついてきます。そして AI ボックスではなく Android ナビなので、スマホタブレットと同様ピンチインピンチアウトができます。白ひげみたいに世界をひっくり返すこともできます。 AI ボックスと同様にトントンでズーム、トントン数でズームアウトもできます。音声検索してみましょう。東京ディズニーランド。ここのレスポンスはめちゃくちゃ早いです。続いて Yahoo カーナビ見ていきます。皆さん地図アプリは何を使ってますか？ Google マップか Yahoo カーナビが大半だと思うんですが、何か地図アプリでいいものがあれば教えてください。はい、Yahoo カーナビも反応は早いです。ピンチインピンチアウトもできます。白ひげの技も使えます。あと Yahoo カーナビはここのプラスマイナスでもズームズームアウトができます。はい、次 YouTube 見ていきます。ナビ画面で YouTube、 これ走行中も見れますからね。もちろん運転手は見ちゃいけませんが、同乗者やお子様にはたまりません。タブレットと同じようにこんな感じでナビ画面で YouTube が見れます。全画面再生するとこんな感じ。でかいですね。9インチでも大迫力。次プライムビデオを見ていきます。 Amazon プライム会員なら見ることができるプライムビデオ、一つ見てみましょう。車内で映画を楽しむことができます。渋滞時や長旅など同乗者やお子様はあっという間に時間が経ちます。というかこれ最近やってた映画なんだけど、もう公開されてるんだ。続いて Netflix 見ていきます。 Netflix もドラマとか見始めたら止まんないですよね。こちらも何か一つ見てみましょう。ネットフリックスでしかやってないものとかもありますからね。運転手は中止しないで運転頑張ってください。 TVer も使いたいという声結構ありました。見逃し配信とかありますからね。一つ見ていきましょう。懐かしいドラマがやってますね。こんな感じで TVer もバッチリ見れます。
続いて YouTube ミュージック見ていきます。社内はやっぱり音楽だという方ももちろんいると思いますので、音楽アプリももちろん使えますからね。今はネットで音楽が聴ける時代です。はい、こんな感じで好きなアプリをインストールして一通り見てみましたが、タブレットやスマホ同様に使うことができました。プレイストアがあるので好きなアプリをインストールして楽しむことができます。そしたら次ですが、2画面分割方法を見ていきます。今ちょっと映っていませんでしたが、アプリの切り替えボタンを押します。左上の四角いボタンです。分割したいアプリの右上に点々点があるので押します。そしたらここに左に分割、右に分割とありますので、今回は左に分割を押すと、今選んだアプリが左に寄りました。この状態でもう一つ分割したいアプリを選びます。はい、今 Yahoo カーナビを選びましたが、 AI ボックスでは2画面分割できない Yahoo カーナビも分割できます。ただ割合は5対5のみです。真ん中の白いところを2回タップすると左右入れ替えることができます。で、これ便利だなと思ったのは、一旦この状態で違うページを開きます。一旦ホームに戻ります。 Google マップを開くとしましょうか。はい、 Google マップを開きました。この状態でまたアプリを切り替えると、先ほどの分割した状態のままでバックグラウンドでキープされているんですよ。なのでまたこれを選択すれば2画面状態をすぐ戻せるっていうことができます。これ便利だね。はい、そしてこれ Android ナビなんであまり使う機能ではないと思いますが、一応ね、ワイヤレスカープレイ、ワイヤレス Android オートも使えます。 Z リンクをタップします。このようなページが開いて、ここに Bluetooth 名 CarBT ってあります。なので今回 iPhone で試しますが、 iPhone の Bluetooth から CarBT に接続します。ペアリングの要求が出てきますので、ペアリングを押します。あとは画面の指示に従って進むと、はい、こんな感じでワイヤレスカープレイに接続することができます。 Android オートも同じ原理です。ではラジオを見ていきます。ラジオが好きな方も多いんでね、最初ね、周波数が合っていないので AM から見ていきますか。今1と2は合わせたんで3を合わせていきます。今999になっているので954に合わせます。 TBS ラジオです。はい、ここで合わせたら3番を長押しすることで、そこに合わせた周波数が記録できます。次が1134文化放送に合わせていきます。これラジオの音を出しながらやった方が分かりやすいです。周波数があったらラジオが聞こえるんでね。はい、文化放送聞こえたんでここで長押しします。はい、4番に登録しました。こんな感じで AM ラジオも FM ラジオも登録していきます。 FM は78がベイ FM、79.50 が NAC5、80が東京 FM っていう感じで記録してください。ラジオはこんな感じでした。あとね、盗難対策のためのトラック HU というものがあるんですが、これは通常見えるところにアプリはなく、この Find Apps を開くと、この中にトラック HU があります。これですね。これを開きます。これは GPS 機能です。最初ここが無効になっていると思うので、これをタップすると有効になります。あとは QR コードをスキャンすれば、たとえ盗難されたとしても遠隔でどこにあるかわかるという機能です。まあネットに繋がってないとダメなんですけどね。ただ Android ナビは基本ネットにつなげて使うものなのでわかるとは思います。こういう機能がついているのも安心な点です。最後にスペックですが、 OS は Android 13、メモリが 4GB でストレージが 64GB です。 CPU は8コアです。ということで今回はアトトの新しくなったミドルクラスの Android ナビ S8 Gen 4を見てきましたが、いかがでしたでしょうか。ミドルクラスといっても普通に使えました。 X10 は最上級モデルである分値は張ります。ミニキャブ版エブリーで使うにはスピーカーが2つしかついていないので X10 ではオーバースペックすぎましたが、今回の S8 Gen 4でも全ての機能を使い切れていません。なのでこのような車では S8 Gen 4で十分だと思います。この製品が気になった方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。このチャンネルではアウトランダー PHEV のオーナーがたまにミニキャブ版エブリーで車で使える便利なアイテムなど自由気ままにレビューしています。よろしければ今回の動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。この動画が DIY の参考になったら嬉しいです。高評価コメントでテンション爆上がりします。何かあってもなくても気軽にコメントまで。それじゃあ今日はこの辺で See you again!